くぞ辛口で今日はって思って一発目のニュースがベッキーだった上戸彩さんと共演した時にいやでもしんすけさんって言ってなんやねんお前うらーこんな気づいたらしんすけさんが俺なんですよ。地獄地獄行きましょうか。俺が一番申し訳ないけど地獄だったのがこれなんですよ。いやこれに関しては苦手としか言いようがなくて、本当にデビューしてもう全部冠番組終わってきつい時期があって、でとにかく番組ってすぐ終わるんだっていう感覚があったんで、早く何年も続くレギュラー持ちたいってずっと思ってたんですよ。でそれでもチャラ男ブームのおかげでレギュラーが増えて、でその頃にはまあちょっとキャリアも10年ぐらいしててそつなくこなせるようになってたんですよね。でレギュラー番組も恵まれてすごく長寿になってきて5年6年続いてきたんですよ。それ56年続いた中で最初はまだ良かったんですけど、俺 VTR 見る仕事一番苦手なんだってこう染みて分かってきたんですよ。でなんかコメントとかもあんま使われないんですよ、ワイプのコメント邪魔じゃないですか。V の趣旨伝えたいからなんか V の趣旨と違うコメントで笑い取ってもしょうがないんですよね。ワイプの仕事って俺素晴らしい仕事だとは思うんですよ、向いてる人にとっては。だけど俺まだ何の実績も残してないし、もう面白いとすらまだ思われてないのに、ワイプにいていいのかっていう気持ちのままワイプにいるわけですよ。そうなんですよ。もう面白いってなってる人たちが見るから、面白い人たちが見て笑ってる番組だからって説得力が生まれるじゃないですか。面白いとも思われてないのに、相方のおかげでレギュラー増えて、そんな俺が V 見て笑っててお前誰なんだよってもっとやるべきことがあるよなまだって思った時に、急に四角いワイプが鳥かごに思えてもう苦しかったんですよ。閉所恐怖症っていうかワイプで閉所恐怖症。ワイプの閉所恐怖攻めよう酸素が薄いな。でスタジオでなんか V の感想トークやるんですけど V の感想トークがまあ使われないんですよ。オンエア見てもやっぱゲストに来てる女優さんはのコメントと司会者のコメントのワンラリーが使われてすぐ次行くんで、ひな壇のなんだろうな2番手3番手のコメントなんかもうなんか奇跡的にこう隙間があったら使うぐらいじゃないですか。僕はただ来てただ見てただ笑って帰るんですけど、にしては収録時間長いですそうだね。で俺全員なんか苦しいのかなと思ったら、その時同じレギュラーのひな壇に吉村さんとかいたんですけど、そのスタジオ入る時に俺ものすごいうつむいてたんですけど、吉村さんが「楽しいなテレビ」って言って「おい敦彦楽しくねえか?」って「俺たちはこれからテレビに出るんだぜ」とか言っててじゃあどの番組に出たいんだろうと思った時になんか不思議とそれも思い浮かばなかったんですよね。なんかなんか俺がやりたい番組って今開催されてない地獄2つ目。はい、そうだな。じゃあこれかな。やっぱ一番後悔していることいきますわ。これです。意外なところから来た。本当ですか。あったねこの時期あったね。これはもう最悪です。最悪の記憶もうきつかったですね。何年ぐらい？3年ぐらいやらせてもらったんですかね。なんかTBS のビビットっていうワイドショー、結構ワイドショーのコメンテーターに、最近どうなんですかね分かんないですけど、芸人さんになるって結構普通っちゃ普通というか、だけどなんかそれの結構走りだった時期で、なんか「俺ですか?」みたいな感じだったんですよ。で「いや俺できるかな、なんか若造が生意気言ってるみたいになりません?」みたいな言ったんですけど、その時に他の並び誰なんですかって他の曜日になってた時に、その他の並びでジュニアさんもいますって言われて、僕ジュニアさん大好きで大尊敬してて、形だけでもジュニアさんに並んだように見せたかったのかもしれないですね。そんなはずないのに、なんかジュニアさんと横並びでいられる自分に一瞬なりたかったんだと思うんですよ。それでなんかよく分かんないまま OK しちゃったんですよね。
でやってみて分かったのが激ムズなんだよいやこれようやってんな他の人って思ってだってねまずその当日にまでニュース分かんない、はい、でかつまあその時のワイドショーなんて、まあ、ほんと下世話なネタが多い。そうです、うん、なんかすごくまあ言ったら不倫ネタとか、そのスキャンダル系が結構多くて、コメンテーターでむずいのはそのまず詳しくないことについて喋んなきゃいけない。いかに佐久間さんといえどそのトマトの栽培についてとかって聞かれたらマジでわけわかんないことしか言えないと思うんですよ。美味しいの作りたいですねみたいななるよね。地球に優しく作りたいですねみたいなすげえあやふやなことしか言えないからこれコメント薄くなるぞでも炎上したくないながあるからなんとなくぼんやりしたこと言ってたんですよ。特に詳しくないことに対してなんて言っていいかわかんないし面白もいらなさそうだしこれどうすんだみたいなポジションがなかった。ポジションがなかったんですよ。それ1年ぐらい経っていよいよ悩み始めて、これ俺仕事してねえだろってなったんですよ。そんな時に隣がテリー伊藤さんに変わったんですよ。テリー伊藤さんに変わったらテリーさんが結構ズバズバ言うんですよね。でズバズバ言ってるからもうコメントがもうカンペが全部テリーさんになるんですよ。なるほど。尺ない時、次テリーさんで3人ぐらいいるんですよ。でもテリーさん中田にならないんですよ。テリーさん行って CM テリーさん行って CM あ俺切られるなーってなったんですよ。やばいと思うよね。せめてなんかしなきゃなと思った時に一回火力上げてみるかって思ったんですよ。っていうのもコメンテーターでやっぱなんか仕事してる感があるのは辛口なこと言ってる時で その辛口の一発目で行くぞ辛口で今日はって思って一発目のニュースがベッキーだったんですよ。文春ベッキー？文春ベッキーででかい山が来ちゃってで俺は俺でもうなんかねそのマフィアの鉄砲弾みたいな顔して誰でもいいから撃ってるみたいな感じじゃないと自分のねもう切られる直前だもんね。それでそのコメントが結構ザーってネットニュースになってなんて言ったんだどんなの LINE もまた流出して謝罪がなんか本当だったのかみたいな延長だったとは思うんですよね。そんな中でなんかどの文脈だったかも僕はもう忘れちゃったんですけどそのあざといって言ったんですよ。ベッキーの謝罪の仕方があざといみたいなことを言ったんだと思うんです。そのベッキーあれほどの知名度と人気があるから、まあ、アンチもいるじゃないですか。そのアンチがうわーって湧いちゃってあざといって刀もらったぞそうよく言ったみたいになって、うわーってなってでそれでディレクターさんが「昨日のすごいネットニュースになったんですよ」って「いやあれすごいっすね」って「どんどんやっちゃってください」って言われてそっからもう誰彼構わず切ってたんですよ。いやこれもねありえないですね。見たな。そしたらもうカンペが見事にテリーさんから中田の後 CM 中田の後 CM になってそうなるんだ。もうどんどんもうそのうちの組を代表するヒットマンになって、あれも中田に打たせとけやと思って、あいつも勝ち込み行かせろみたいになって、あ俺って言いますわみたいな感じでもうどんどん勝ち込み行くようになってもうバン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 もう本当に無感情でバン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 打つようになって最終的にジョニー・デップに切れてました本当にひどかったんですよ。で全ニュースがネットニュースになってたんですけどあれこれもしかしてなんか大切なもんしてるんじゃないかっていう今でも多分ベッキーさんに対しては多分負い目があるというかだって同じいいともレギュラーでしょあの頃。そう本当そうなんですよ。要は仲良くやってたわけじゃん。やってました。その後上戸彩さんと共演した時にもう数年してからですよ私ベッキーと仲良くてすいませんっつってベッキーちゃんすごくねあれですごい落ち込んでたから私が今日言いたいのはその悪い子じゃないっていうことって言われて数年後に親友の上戸彩さんが伝えるぐらい傷ついてたってこと。傷ついてて自分自身もやっぱりなんかネットで炎上したりそれでなんかワイドショーで誰かがコメントして自分に対して辛くコメントしたりしたらやっぱりさらに傷つくんですよね。それを相当やったからこれはもうね許されない罪を負ったんだなってこんなことになるのかと。地獄の3つ目お願いします。はい、ありがとうございます。これもね相当後悔してることでこれですね。
なんとなく覚えてるよ。しんすけさんとの絡みってことでしょ。そうですね。うん、もうなんですよね。もうくすぶってて、チャラ男もブレイクする前だったら2010年ぐらいだったと思うんですけど、とにかくピンでも、受けた仕事全部やろうっつってで何でもやってたんですよね。でそしたらある時なんか結構いい動きするじゃねえかみたいな、なってったんですよ。ひな壇でもね。ひな壇で、そんな中でその行列のゲストに呼んでいただいて、結構東野さんとしんすけさんが「俺たち腕あるやん」みたいな。あの時正直天狗になってたやろ。でもなこれお客さん聞いてくださいよ。こいつらね若いところバーって言われてそれでキャーキャー言われてねそりゃなるもんですわこれね。でもバーン落ちたでしょ。そっから見てくださいこいつらなかなか感じの味出てきてるじゃないですかって言ってくれてめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。それですごく呼んでくれるようになってで1日に2回登板するって2本撮りの両方とも出るってなってこんなことあるんだと思って、そしたら日テレのメイク室でメイクさんが「本当すごいですね織ラジさん」って言われて「なんですか?」って「いや2本撮りで2本ともひな壇で呼ばれるって初めて見ました」って行列でこれ初めてらしいですよってもうスタッフがもうとにかくすっごい褒めてたんで「いやもう頑張ってくださいね」って言われて俺ものすごいギンギンになっちゃって俺もう絶対いけるやんみたいな。結局実力あったね。そうね。実力で自分たちはここまでまた舞い戻ってきた。まただこれね。でスタッフさんと打ち合わせした時のエピソードトークで、こういう話しましょうみたいなって分かりました任せてくださいみたいなこれとこれの話しますわっていう風になったんですよ。ところがこの V の後にこのエピソードトークするっていう風になってた流れの中でしんすけさんがそうならなかった時があったんですよ。特にそのもう折り立ちのコンビ仲がどうこうみたいな中で、喧嘩したりもしたけど結局、仲良くなって今すごい仲が良くていい状態なんですって、ちょっと感動 V みたいな。なるほど。でそれの後でしんすけさんが「ええやんお前らね喧嘩もしてたけど最近コンビ仲もええんやろ」みたいな。で最近はどうやねんっていう流れからコンビ仲のいいエピソードが展開される、でちょっとオチがあるみたいなっていう予定だったんですよね。ところがそうならなかったんですよ。しんすけさんがでもなコンビ仲ってなよかったらええっちゅうもんちゃうねん、っていう線路がガチャンって切り替わってあれってなって、それでそっからしんすけさんの持論があって龍介さんとのこととかとかあっていやそのコンビではこう言い合ってたけど裏ではこうやったとか、なんかそういう多分の話に切り替わったんですけど、もう線路が切り替わった瞬間に真っ白だったんですよね。あれこれ出せない、次の技が出せない、仲良しエピソードがそう出せない用意してたものと違いますけどってなるんですけどその行列のスタッフもやっぱりしんすけさんのやっぱトークありきじゃないですか、もう神がかりの、トークなんでそんな中で俺がもう完全にミスったのがしんすけさんの切り替わった路線を俺が戻そうとしたんですよ。わもうギンギンだし周り見えてないから得意の引き出し開けるしかないからもうこれしかないっていう。しんすけさんが仲悪いエピソード言ってんのにで「そやんな」みたいな「お前らもそう思うやろ」っていう時に「いやでもしんすけさんね」って言っちゃったんですよ。なるほど。いやでもしんすけさんって言って俺のこの球を出さないことには終わらないからしんすけさん違うんですよ。しんすけさんになって「いやでもな」「いやしんすけさんいやでもな」繰り返したの3ラリー地獄のいやでもなその度に向こうの温度ちょっと上がってるんですよ。なのにいやでもしんすけさんって言って「なんやねんお前うらー!」ってこんな気づいたらしんすけさんが終わりなんですよ。お前何やねんお前うらーってうわーだもうしんすけさんのトークをただ邪魔してるやつになったんですよ。そうだよね。これに関してはしんすけさんの横暴とかでもないもんね。俺のムーブの下手さなんですよ。そうだよね。しんすけさん何の日もないんですよ。そうだね。事前に打ち合わせしたボールを打つってことにとらわれすぎていやでもしんすけさんっていうわけのわからないムーブしたもんだからなんやねんお前さっきからなって空気ピーキーなってそっからもう何の記憶もないですよ。いやただすげえなと思ったのは空気固まるじゃないですか。シーンただただ俺の首がコロコロっていう
コロ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 切られた首がね切られた首がコロコロ転がってる音だけがしてる。そこからさあでは続いての VTR いきましょうって言って見て V 明けでしんすけさんがまた喋り出したらそれがおもろくてドーってウケるんですよ。いやマジでもう神と悪魔を超越したいやあんな地獄の空気からまた笑いにして、で全員がまたプレイしだして再会できるんだって、番組終わったらもう本当にその救急隊が来るみたいな感じでスタッフがガー寄ってきて「はあ」っつってやって「しんすけさんに謝りに行きましょう」っつって「しんすけさんに」っつってもうこんな血だらけの俺を担架に乗せて「しんすけさんのとこ行って」っつってうわーなって「すいませんでした」とかって言うんですけど、もう全然もうしんすけさんは「あええわええわ」みたいな感じで、吉本のマネージャーの偉い人しんすけさん好きの人が飛んできて「ちょっとお前らこの後もう一回謝りに行くぞ」っつって。しんすけさんのご自宅まで謝りに行くっつって、しんすけさんのが行った後に追いかけてご自宅まで行くんですよ。でご自宅の前で待ってるんですけど、そのねチーフが上がって下がって「ダメだ!」っつって「もう今日はダメだ!」っつって「後日だ!」っつって、それでまた後日全然関係ない時にしんすけさんの別現場にわざわざ行って、それで「いや前日はすいませんでした」って。そしたら「お前な、なんか用意したもん出そうとしたやろ」あ、見抜かれてた。見抜かれて「はいすいません」あのな用意したもん出してもしゃあないねん、ええか全員生でやってんねん、その瞬間でこれというものを返してこいよ。用意したもん出したら冷めるやろ、な、そういう動きせえよ、ええかお前らはなブラマヨみたいにせえって言われて、いや無理だろってブラマヨみたいにせえはもう一番無理なにそんな作戦ある天才みたいにやる。そうお前メッシみたいな動きよみたいなそんななんだ。でもそんなことあっても俺ずっといつでも思い出すのはしんすけさんのことなんですよ、俺がブチ切れられてる瞬間にあの沈黙からバーンと笑い取ったしんすけさんみたいに今でもなりたいんですよね。あんなへこんでる俺がスローモーションで見てるしんすけさんが俺の今の理想なんです。なりて神と悪魔両方と契約した。神と悪魔両方超越した契約じゃないです、超越しました。もうなんかわかんない煙が出てて、もうさ、もうその人間じゃないものに憧れちゃってるから本当さちゃんとしっかりした地獄がたくさんあるね、そのこの YouTube の大成功にたどり着くまでに、というわけで本日のゲストは中田君でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやでもしんすけさんって言ってなんやねんお前うらーってこんな気づいたらしんすけさんが終わりなんですよ。